それではスカムバージョン0.9ですね。続きをやっていきましょう。今回はですね、射撃場にちょっと来ています。で、何をやるかというと、狙撃のですね、スキルによってですね、何が変わるのかっていうのをですね、ちょっと検証していきたいと思います。はい。それでは早速ですね、やっていきましょう。で、今のキャラクターがですね、狙撃ポイントが、スキルなしになっています。で、この狙撃のですね、スキルによって、そのスコープの使い方とかですね、だいぶ変わってくるみたいなので、ちょっとですね、そこら辺をいろいろ検証してみたいと思っていてですね、まずはスキルなしの状態で、どういう風な状態になるのかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい。ではですね、狙撃ライフルとして、SVD ですね。ドラグノフの方を用意してみました。はい。こちらでですね、まずはですね、立った状態でスコープを覗いてみると、スタミナがですね、どんどん減っていくのがわかると思います。はい。で、この状態だと、疲れてしまった時にはですね、スコープが覗けないっていう形になってしまうので、しゃがむとですね、基本的には、スタミナが、回復傾向にあるので、まあ、立ってやるよりかは座ってやる、もしくは、伏せてやるですね。はい。ここだと伏せれないかなここだと伏せれないですね。あ、なんかおかしいですね。なんかバグってたかな。伏せれますよね。はい。伏せた状態で、やることによってスタミナが減らないというところになります。はい。まあ、基本的にはしゃがみで十分なので、まあ、しゃがんで打つ感じになると思います。はい。はい。ではですね、まずスコープの使い方からですね、やっていきましょう。で、スコープはですね、右クリックを押すことで覗くことができます。はい。で、スクロールを回すことで倍率を変えれます。これがですね、倍率が変えれない、スコープとかもあるんで、4倍固定とかですね。というのがある場合は、スクロールをやってもですね、変更できない感じになります。だいたい3段階ぐらいですね。今つけているスコープがですね、えーこの、P223 スコープですね。ドラグノフのスコープになるんですけど、もうちょっとですね、倍率が高い場合のやつだと、M82 のスコープですね。はい。そちらも、基本的には3段階ですね。8倍、12倍、20倍だったかな。うん。で、このドラグノフの P223 は、4倍、8倍、12倍ですね。はい。この倍率にもう固定化されて、この倍率しか、移動することはできないです。なんで、6倍にしたいとか、そういった場合はできないですね。はい。で、スコープを除いたときにですね、コントロール、まあ、デフォルトのキーコンフィグだと、コントロールですね。左のコントロールを軽く押すとですね、一番上のゲージがですね、くるくる回ってるんですけど、これが、距離を測定している形になります。で、この距離がですね、狙撃のスキルに関係していて、今スキルなしだとですね、まあ、だいたい300メートルぐらい、まあ、400メートルはちょっと測れない感じになってますね。はい。300メートルぐらいが限度になります。今400メートルのところに合わせて、真ん中のところでですね、計測をするんですけど、うん、400メートルのところは、測定不能になってますね。で、300メートルのところは、だいたい距離がわかるっていうぐらいになるので、300メートル、まあ、ちょっとですね。350メートルぐらいあるのかな。うん。なんで、まあ、300メートルぐらいまでしか、計測できないって感じになりますね。これは、スコープの倍率には関係なくですね、測ることができます。ただ、この、測定している間にですね、ずっと多分標準を合わせておかないといけないと思うので、うん。結構そこが大変かなというところですね。で、測定するですね、ボタンと全く同じ
ボタンで、コントロールをですね、長押しすると、今さっきのようにですね、息を止めて、はい、ぴったり合わせることができるようになります。これがですね、おそらくなんですけど、後で検証するんですけど、スキルによって息の止めれる時間とかも変わってくるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとそこは検証ですね。はい。で、今ですね、右側の真ん中に0、100メートルというですね、記述があると思うんですけど、それはですね、ゼロインといって、今真ん中にあるですね、標準がですね、100メートルの時に、ちょうど真ん中に当たるというような指針になってます。で、これはですね、シフトを押しながらスクロールすることによって、距離を変えることができます。このドラグノフのですね、スコープであれば1000メートルまで設置することができるので、1000メートル先のですね、相手に対して頭をぶち抜きたいという時には、この1000メートルのところに頭をですね、ちょうどやって撃つということで、ちょうど頭に当たるというような仕組みになっています。ちょっとこれはですね、実際に撃ってみて、軌道をですね、確認してからちょっと検証してみましょう。はい。はい。でですね、狙撃のですね、練習、スナイパーの練習をやるときはですね、ソロモード、シングルプレイモードに行って、で、管理コマンドでですね、撃った弾の軌道を表示することができます。うん。これを表示してから、やった方がいいと思います。はい。で、どうやるかっていうと、このコマンドですね。はい。これ概要欄に一応貼っておくんですが、これをですね、打つことによって、軌道をですね、表示することができます。ちょっと打ってみましょう。こんな感じですね。はい。軌道をずっと見ることができます。こんな感じで、赤い線のですね、軌道が表示されるようになります。これ、打つ分だけどんどん表示されるって感じですね。こんな感じで、はい、表示されます。栄光弾を、ずっと線を引いたっていうような感じですね。はい。これで、弾のですね、軌道を確認することができるので、練習はですね、シングルモードでやるといいと思います。はい。はい。ではですね、ゼロインの、設定ですね、をちょっとやっていきましょう。で、今100メートルのところですね、ちょうど的があるので、まずはここを計測します。だいたい100メートルぐらいだと思うんですが、えーっ83メートルですね。はい。なので、この状態ですね、ゼロインが100メートルの状態で、息を止めて撃つと、ちょうど頭に当たってると思います。これ、ちょうど頭に当たってますね。はい。こんな感じでですね、ゼロインを使う感じになります。で、同じようにですね、200メートルのところだと、200に合わせた状態で、まずは計測してみましょう。おそらく200メートル近いところになるかと思うんですが、193メートルですね。だいたい200メートルですね。で、ここを頭を狙って撃つと、だいたい頭に当たってますね。はい。こんな感じでですね、ゼロインを使うことによって、真ん中のですね、標準に、ちょうど合わせるような形で、的をですね、射抜くことができるって感じですね。なので、これがゼロインが100メートルの場合だと、この200メートルのですね、的に対して、ちょっと計測しますね。200メートル。167。若干なんかですね、手前の多分草に遮られてると思うんですけど、216メートルですね。だいたい200メートルぐらいなんですけど、このゼロインを100メートルにした状態でですね、頭に打つと、ちょっと下がるんですよね。はい。100メートル分の計算が、合っていないために、ちょうど首のあたりに、行ったと思います。これがですね、どんどん距離が長くなることによって顕著に現れてくるので、ここが多分300メートルですね。
300メートル、そうですね。300メートルの頭を0イン100メートルのやつで打ち抜くと、大体お腹あたりですね。的の真ん中ぐらいまで下がってしまいます。はい。これが、0イン300メートルの状態だと、はい。弾切れです。はい。これで300メートルですね。はい。300メートルぐらいを、0イン300のやつで頭を打ち抜くと、ちょうど頭に当たる感じですね。はい。なので、0インはですね、結構、ゆっくり打てるのであれば、距離を測って0インを合わせて、そこで、真ん中の標準を合わせて打ち抜くという形で狙撃はできると思います。で、時間がない場合ですね、もう移動している敵を撃つ場合は、あらかじめですね、上の方に向かって撃つとか、感覚で撃つしかないですね。はい。ではですね、このキャラクターがですね、どうしても、狙撃がスキルなしなので、ちょっと比較ができないので、スキルをですね、初級、中級、上級って形で、ちょっとキャラクターを作成してですね、ちょっと比べてみましょう。はい。はい。ではですね、狙撃のスキルをですね、1、初級に合わせた形のキャラクターをちょっと作ってみました。はい。これでですね、スキルなしの時には、覗けなかった、400メートルですね。はい。この400メートルのところにちょっと位置を合わせて測るんですけど、これ測れてますね。はい。で、500メートルですね。ちょっと標準がブレてきついですけど、500メートルも測れますね。はい。はい。で、600メートルもちょっと測ってみましょう。600メートルは測れないですね。初級だと、400メートル、500メートルまでは、測れる感じですね。なので、600メートルはできないので、0インだと、500メートルまでですね。この的がだいたい500メートルかな？そうですね。500メートルちょっとなので、これをですね、0イン500メートルにちょっと合わせて打ってみましょう。はい。それではですね、500メートル先の、ヘッドショットいけるか。こんな感じですかね。ちょっとゆらゆらしてて見にくいかもしれないですけど、ちょうど頭に当たってますね。はい。うん。ちょっとわかりにくいので、倍率がですね、高い、スコープをですね、ちょっと変えてみましょう。はい。ではですね、M82 というですね、20倍率に、できるやつを使って、ちょっと計測して、打ってみましょう。おそらく、これで500ですね。で、0イン500なんですけど、0インの値はですね、スコープ変えても保存されてますね。なぜか。なんでだろう。はい。では、息止めて打ってみましょう。こんな感じですね。はい。で、ちょっと息継ぎがですね、きついので、大体当たってると思いますね。はい。頭に当たってますね。うん。なので、スキルによってですね、この距離がですね、どんどん計測できる距離が伸びていくって感じですね。あと、息継ぎもですね、多分、時間的には伸びてる気がしますね。はい。ちょっと息継ぎやってみましょう。あんまり変わりはわからないですね。ちょっと中級とかですね、上級も試してみましょう。はい。はい。ではですね、狙撃の中級のキャラを作ってきました。狙撃ですね。はい、中級ですね。こっちですね、ちょっと、距離とですね、あと息継ぎの時間ですね、ちょっと測ってみましょう。まずは距離ですね。距離が多分、700とかまでいけるんじゃないかな。
あ、いきますね。あ、しかもですね、計測する時間がめちゃくちゃ短い。圧倒的に短かったですね、今。これ別に近いからってわけじゃないと思うんですけど、うん。めちゃくちゃ早い。しかも結構正確かも。あ、正確なのも結構あるな。なんか、若干、初級とかですね、スキルなしだと、全然、400メートルのところに刺してるのに、なんか、行き過ぎちゃったりしてたんですけど、あ、これは精度がかなり良くなってるのかな、それとも自分が合わせるのが下手なのか、どっちかです。はい。どっちかですね。で、多分ですね、もうちょっとずらして、800メートルとかですね。ちょっと狙ってみると、うん。800メートル。あ、いけますね。で、900メートル。あ、900メートルもいけますね。うん。で、1000メートル。あ、1000メートルまではちょっと厳しいですね。ちょっと息止めてみて、あ、計測できないです。うん。そうですね。はい。で、ちょっと球を打ってみましょうか。ですね、今900メートルのところだったんで、ちょっと若干横に行って、900メートル、1000メートルまであるので、900メートルって多分こいつだと思うんですよね。計測すると、うん、945ですね。なので、大体、どっちに合わせるのがいいかですね。900に合わせて若干上ぐらいを狙ってみますか。やってみます。こんな感じですね。もう、言ってると思うんですけど、もう全然わからないや。うん、多分頭に言ってますね。うん。頭に言ってます。はい。なんで、かなり上の方に飛んでゆっくり落ちていく感じの軌道ですね。うん。若干ちょっとわかりにくいですけど、うん。そんな感じになってますね。はい。で、あとは、息継ぎの長さですね。うん。ちょっと試してみましょう。はい。では、息継ぎやってみます。うん。やっぱ若干初級とかよりも、うん、長いような気がしますね。明らかになんかスキルなしよりかは長い気がする。うん。じゃあ、ちょっと上級も試してみましょう。はい。はい。それではですね、上級のですね、キャラを作ってきました。狙撃の上級ですね。はい。で、こちらでですね、まずはちょっと測ってみましょう。多分ですね、1000ぐらいは簡単にいくんじゃないですかね。あ、めっちゃ早い。すぐ計測できますね。あ、めっちゃ早い。これは楽ですね。あ、めちゃくちゃ早いな。あの一番あたりで1024。1044。あの岩陰で1200。ですね、1.5キロぐらいまでは、測れるっていうのは聞いているんですが、めちゃめちゃ測れますね。もうとんでもないところまで測れてますね。はい。で、ですね、1000メートル、この的が多分1000メートルですね。はい。じゃあ、ゼロインをですね、1000メートルにやって、はい。ちょっと打ってみましょう。こんな感じで。と、届い、届いてますね。あうんうん。頭に当たってそう。もうわかんない。あまりにもちょっと小粒すぎてわかんないですね。うん。もう一回行きましょうか。これ見える？ちょっと見えないですよね。さすがに。1000メートルまで行くと、ちょっと見えないな。一応当たってますね。うん、当たってる当たってる。うん。おそらく当たってる。そうですね。まあ、1000メートルもですね、多分先を打つことは多分ないと思いますけど、ただ、狙撃のですね、レベルを上げることによって、かなりこの計測が速くなるので、これ楽ですね。はい。じゃあですね、今天候をですね、晴れにしてるんですけど、ちょっと雨模様にしてみましょう。はい。
はい。とんでもない嵐の状況ですね。この状況でも、どれだけ正確に打てるかっていうですね、ちょっとテストをしてみたいと思います。ですね、ちょっと視界が悪すぎるんですけど、一応ですね、ここの1000メートルのところですね。はい。そこに向けてちょっとやってみましょう。いきます。こんな感じですね。はい。ちょっとわからないかもしれないですけど、ちょうど赤くなってるところで、結構ずれてますね。うん。天候、風によってですね、左右にぶれたりとかっていうところが、やっぱり、1000メートルぐらいになると、かなり影響がでかく反映されますね。はい。で、それがだいたいどのくらいまで影響するのかっていうのもちょっと見ていきましょうか。じゃあ500メートルぐらいのところですね。これかなこれ400かなこれ500ですね。はい。ちょっと500のゼロインにして、頭を打ち抜いてみましょう。これですね。若干左にずれましたね。うん。ずれてるの分かりますかね。はい。真ん中を狙ったんですけど、かなりズレが生じてます。500メートルぐらいだと、頭の半分ぐらいですかね。ずれるって感覚ですね。500メートルぐらいなら雨だろうが、風が吹こうがあまり関係はないかもしれないですね。はい。はい。というわけで、天候はですね、戻してみました。この状態でですね、もう一度、500、500ですね。打ってみると、うん、綺麗にまっすぐ行ってますね。うん。さっきみたいにズレはない感じですね。なので、こんな感じで晴れてる日を狙うといいかもしれないですね。うん。はい。ではですね、500メートル先にですね、ゾンビを置いてみました。うん。ちょっとこれを打ち抜いてみましょう。打ち抜けたあ、すいません。ゼロインが、100になってましたね。はい。あのゾンビがだいたい500なんで、そうですね。で、若干止まり気味なゾンビがいいんですけど、みんな動いてますね。あ、こんな感じで。行きましたね。ヘッドショット。うん。こんな感じでですね、ヘッドショットもですね、多少動いてる場合でも、うん、うまくいきますね。はい。今のもヘッドショットですね。はい。こんな感じで狙撃をやると、うん、かなり楽しいですね。一方的に蹂躙できるっていうのがいいですね。そうですね。今のもヘッドショットですね。こんな感じで、ゼロインをですね、調整して、真ん中で打つっていうことを忘れなければ、うん、次々に、狙撃でですね、スナイパーとして役目を果たせる日が来ると思います。はい。自分も練習します。はい。で、今ですね、何匹か倒したんですけど、それで2万くらいですね、経験値が入ってます。これ、的とかをですね、作ってあげれるんじゃないかなと思うんで、ちょっとそれを試してみましょう。はい。はい。ではですね、的をちょっと作ってみました。建築でですね、できる3つの的ですね。大きいのと、中くらいのと、ちっちゃいのですね。はい。こっちをですね、ちょっと打ち抜いてみましょう。はい。では、いきます。これで、的に当たってますね。はい。この状態で、スキルは上がらないですね。はい。多分、ちっちゃい的に当てても、同じだと思うんで、うん、どっちも当たっていますが、うん、スキルは0%ですね。うん、何も上がらないと。やっぱり、ゾンビとか、動いてるもの、生きてるもの、生きてるっていうのかちょっとわかんないですけど、うん。
であれば、経験値が稼げるっぽいですね。結構その狙撃を上げるポイントが難しいかもしれないですね。うん。ちょっとその他にですね、上がるポイントがあるかちょっと調査してみますね。はい。スコープを除いて狙撃で撃ち落とした場合は、742ですね。はい。今1匹倒したんですけど、742経験値が入ってます。これを、普通の銃とか、拳銃ですね。これも一応、スコープを除いてるんですが、これはあくまで、スコープを除いてるだけなので、狙撃は変わらないですね。はい。では、ですね、例えば別の銃ですね、サブマシンガンで、スコープをですね、つけた状態で撃つとどうなるかちょっとやってみましょう。はい。サブマシンガンをですね、使おうと思ったんですけど、つけれませんでした。MP5 をですね、ちょっと用意してみたんですけど、このですね、223スコープとか、M82 のスコープはですね、ちょっとつけれませんでした。なので、VSS でですね、この P223 スコープをつけた状態で、ちょっとゾンビを撃ってみましょう。これで、狙撃は、上がりますね。上がります。ちょっと今連射モードになってましたが、ちょっと変えて、単発撃ちでいいですね。これで狙撃は上がっていきますね。うん。でも、おそらく当倍のですね、スコープだとダメな気がするんですけど、ちょっとレッドドットサイトをつけてみましょうか。はい。VSS にですね、レッドドットサイトをつけてみました。ま、いつもやってる感じですよね。この状態で、2936上がってません。はい。上がってませんでした。なので、普通のレッドドットサイトではなく、倍率の低いタイプの、P223 スコープとかで、打つと、これ4倍でも、上がりますね。そうですね。なので、狙撃を上げたい場合は、このバンバン、VSS でですね、上げていくと、かなり上がりますね。初級でこのペースで上がるので、ちょっと重心をですね、気にしないといけないですけど、例えば、アウトポストとかですね、行った場合に、こんな感じで、ゾンビを寄せてですね、狙撃ポイントを上げていくっていうのもありですね。うん。狙撃は上げておくとかなり有利なので、うん。これはいい感じですね。この的で上げれたらよかったんですけどね。そしたら安全なところでバンバンですね、撃ってばよかったんですけど、うん。ゾンビじゃないとダメっぽいので、そうですね。ゾンビが多いようなサーバーとかだと有効かもしれないですね。はい。というわけで、今回はですね、狙撃のですね、息止めと、あとは、計測ですね。はい。あと、ゼロインのところをちょっと集中的にやってみました。はい。上級とスキルなしにおいて、息止めはちょっとわかりにくかったんですけど、明らかに、距離の測る時間とですね、あとは測れる距離ですね。こちらかなり、上級になればなるほど有利になるので、狙撃はですね、初めから上げなくてもいいと思いますけど、うん、ゾンビを使ってですね、狙撃ポイントをゲットして、上げておく。狙撃スキルを上げておくっていうのは有利になるかもしれないですね。はい。というわけで今回はこれまでにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。